黒木さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょう。はい、今日はこちらを使います。わかりますか？知ってます。はい。ビワですね。ね、はい。ビビワの葉を使って、はい、いろいろ作りたいと思います。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。今日はね、染めとお茶とチンキを作れたらいいなと思ってますので、はい、チンキに使う分の葉っぱとお茶の分を先に取ります。で、チンキってね、いろいろもう風邪予防から虫刺されから何でも使えますので、どっちかというと古い葉っぱ選びます。そうなんですか。ゴワゴワしたこういう新しい葉っぱってツルツルですよね。はいはい。じゃなくて本当にちょっと硬いこういう厚みがあってちょっと昔からずっとあるような葉っぱを使いますので、それをちょっと選びましょうか。こういう感じです。今ね花芽がついてこんな感じでまだね今から花が咲きますけれども、ちょうど今日明日まで大寒ですので、大寒の間にいつもビワの仕事をします。もうちょっとずつ暖かいというか、いろんなね新芽が出てきてますので、出てきてますよね。春が近づいてます。あとはこういうビワって本当に大寒って1年で一番寒い時期じゃないですか。この時期でもこう青々としてこんだけ力強くね、育てるっていうことは一番ビワにとってもねエネルギーが高い時期が大寒って言われてます。なのでこの時期にねチンキとか染めとかお茶をね作るととってもその中にいっぱいエネルギーが入っているので、それをいただくっていうのでもうずっと10年以上かなずっとしてますね。子供のちっちゃい時とかも一緒にビワチンキ作ったりしてます。ビワのチンキ用と、お茶用っていうのを今分けました。でこれをちょっと取っときます。洗いながらよかったら花がね今からかな。今全部切りましたので、今からちょっとざっと洗ってお鍋の方に入れていきます。細めの方はざっと洗ってもらって、枝もね全部いただきましょう。樹皮の周りピンクなの分かります？なんとなくねピンクがかって今から煮出したらより濃くなりますけど、この樹皮の隙間からこのビワの精がねすごく出てくれますので、ナイフで削ったりとかもするんですけど、今日はちょっと小枝なのでこのままこう刻んで入れましょうかね。ゆっくりね、こんな感じ。あらら、そんなちっちゃい。さっきいっぱいって言ったけど、半分でもいいかもね。あるほどです。あるほど。よいしょ。下が濡れてる。火を入れて
コトコト沸騰するまで待ちます。結構時間かかりますけど、その間にチンキとか作りましょうか。ちょっと火のそばから離れないようにして、これちょっと待ちますね。もう火は中火ぐらい今入れましたので、はい、そしたら、今の間にビワチンキとビワのお茶ですね、2つの準備します。こっちが結構厚みがあってゴワゴワしてます。こっちは若い感じですね。大きさがこんなに違うんですけど、大きさよりはこうね、厚みで見てください。このゴワゴワしたこの葉っぱでチンキを作ろうと思います。エキスがねいっぱい出ますので、ビワの葉っぱの後ろ、すごい小さな木がいっぱい生えてます。ひどい毒っていうわけじゃないんですけど、一応ここの毛を取って使います。これのねすごい簡単な取り方があって、布巾がありますよね。何でもいいんですけど、お家にある布巾、これをよく染み込ませて、こんなあんまり絞りすぎず、これで葉の裏をこすります。これですごくきれいに取れるんですよ。わかりますかこれ。これポロポロ出てきます。後ろの毛羽が固まってね。ほら、ポロポロで。力の入れ加減でね、葉っぱが破れないように、破れてもいいんですけど、できるだけね、こんな感じ。染めの染液が沸騰するまでの時間、沸騰してからもそうですけど、空いた時にこんな感じで、あと日にちがね、これ採取して何日か経ってくるとくるっと回っちゃってカチカチになるので、ちょっとこう取りにくいんですよ。なので柔らかいうちがやりやすいと思います。ほらね、綺麗ですよね。こんな感じ。毛羽のあるのとないのとでは、ほらきれいに取れますよね。ほんとね、取った方がほらチンキってなんだろう、痛み止めとかこう、皮膚にね塗布したりとかもありますけど、飲んだりもしますので、これねビワのお灸にも使えますので、これお灸で取っとこうかな。なんだっけ、湿布？そうそう、ビワ湿布もできます。ビワ湿布ね。足の裏に貼るんですか？やります？足の裏でもいいですよ。どこでもいいの？お腹でも、冷えとか。そうなんですか。やってみます？ホームドクターやね。ホームドクターですね。ちょっと沸騰してきましたけど、このまま20分ぐらい様子見ます。ビワってね、沸点が高いみたいなんですよ。なのでやけどとかね、気をつけてください。ちょっとこんな素手でしてますけど、ちょっと火を弱めてもいいかも。こんな感じでちょっとゆっくり様子見ながら染液を出しながらプッシュしますね。でもね、楽しいですよね。いろんなことに使えるんでね、今作っておくととっても便利ですのでいいと思います。ただ冬土用っていうことは大寒を入ってますので、一番寒い時期にエネルギーが高いですので、その時期に作ってるんですけど、土曜って採取とか土を動かすのがダメでしょ。
なるほど。なのでマビっていう日がありますので、マビに採取したりします。もしね、普通に土曜に入ってしまってどうしてもその日にっていう時はちょっとお断りして許してもらう。させてくださいって言って、でも待てるんだったらちょっとマビとかにされるといいんじゃないかなと思います。黒木さんはその月暦が中心ですよね、活動。この間、ちょっと見たのは、農家さんが、月暦を見て、種をまいたり、あと農薬まいたり、収穫したり、調子がいいっていうのが本当なんですか？本当だと思います。やっぱりね。染めも採取もやっぱり本当に新月の時に収穫した、竹もよく言われますよね。竹と満月の時の竹って水の水分量も違いますので、腐りにくいとか。月の女。でもね、新月の時に私は作業することが多いんですけど、長持ちする。黒木さんの活動の基礎は、お月さんってこの間聞いたんですけど、太陽暦っていうか、そのグレゴリオ暦は別に活用しない。グレゴリオ暦はあんまり、どちらかというと旧暦ですね。旧暦で今大晦日ですので、大晦日とあと二十四節気っていう、立春を迎える前ですので、こういう仕事をして、で立春春をね待つ喜びもこう仕事しながら、だから楽しそうなんですね。楽しそうそうあとちょっとあと何日かですので、春を待つ乙女って感じ。でもなんかワクワクしますよね。ちょっとずつこう春の暦にね。あと外に出るといろんな草花が咲き始めましたよね。今ね、すごいお花の盛りが仏の座。五行箱べら仏の座。鈴名鈴代。いくつ言ったっけ？すごい。7個ぐらい。7個ぐらい言いましたっけ？でもね、今が咲いてる仏の座って。春の七草のとはちょっと違うんですけど、でも今花盛りの仏の座、あれも今ね保育園のワークでやってます。蜜花の蜜を子供たちに子供たちに教えたら教えちゃったんですよ、最初で。だからすごいみんなハマってしまって、で蜂蜜みたいってなって、でもうダダダダって女の子たちが来て「先生どうしたらいいですか？チューチューがやめられないところなんですけど」って言われて「そうか」いやもう子供たちにしたらめっちゃこう素晴らしい発見だったと思います。そうね。いい仕事してますね、黒木さん。でしかもね、仏の座が多分その子供たちにとって特別な存在になるわけですよ。なるほど。でも何か見つければすぐこうあとこっちはお茶用ですね。お茶用はちょっとお茶用もちょっと後ろを取りますね。できました。これお茶ね。お茶ね。余ったのはちょっと入れます。もう本当何でも使えるんでね、ありがたい。あとこういうチンキのね
こういう下のこの硬いところ、これ地域には使わないので、これも染めに入れます。これがまあ大体であんまりこう細かくなくて大体で。もったいないのでね。はい、できました。昔はっていうか前はたわしとか歯ブラシで後ろの毛羽を取ってたんですよ。なかなか取れなくて。なるほど。どうしても歯があるのでね。でもこれは本当万能で、いろいろ使えるんですごいなと思って。お茶をね、今のうちに作りましょう。いつもはね、ティーポットっていうか紅茶みたいに蒸らしてお茶してますよ。今日はちょっと煎じて、ビワ茶を作ります。ビワ茶の葉っぱが、こっちかな。これですね。きれいに洗いました。これもキッチンバサミでいいですので、このぐらい1センチか2センチかな、大体でザピッと切って、よいしょ。芯のところは染めに使いますね。ここに水を入れて今から煎じます。今これ水を入れました。7分目かな。で今から火にかけます。ね。かけて中火ぐらいで今から煎じます。ビワって香りが甘い香りで、ビワの実ってちょっと甘いじゃないですか、香りが甘茶汁みたいな香りかな。癒される。さらにチンキ作りましょうか。チンキはね、葉っぱが濡れてない方がいいんですよ。もうちょっと乾燥してからしましょうか。うちみつも染めてる間とか時間いっぱいありますので、ちょっとこれ乾燥させます。なんかお釈迦様の生まれられて、その涅槃経っていうのかな、なんかそんなのにもうビワの葉を使ったお手当が載ってるみたいなので、ものすごく歴史がある。古いんだ。もう最初に気づいた人ってすごいよね。すごいですよね。いや本当に。だからみんなのそれぞれ各家とかその集落には必ずビワの木って植えてあったみたいなんですけど、でもビワの木植えるなっていう、そうね、みんな聞いたって言われるから、多分それはお医者さんどこに患者さんが来なくなるからっていう方もいるし、治っちゃうから、それとか、あと病人が集まってきちゃう。そうやって聞いた。それで聞きました。植えるもんじゃない。でもみんなで各地域とかね、なんかこう隣近所で1本あるとありがたいじゃないですか。ねえ。だからどんどんちょっとビワの木も植えていきたいなと思って、5年ぐらいでぐらいの高さなので、ね、楽しみですよね。早いですよね。もうちょっとですね。そしたら、延長ちょっと10分して染液の色が結構濃く出てきました。綺麗ですよね。そしたらこしますね。
よいしょ。火を止めて、何でもね、腰布布を敷いて、よいしょ。よいしょ。こします。粘液が取れました。いただきました。これもう一回戻し。今日はね、ガーゼで作ったストール、これを染めたいと思います。まだちょっと寒さ続きますよね。ガーゼの綿 100% ですので、保温とか冷え取り、ビワのねエキスがそういう作用を一緒にしてくれますので、こちらをもうタンパク処理しています。でこれ入れますね。広げて、はい、これで火をつけて、弱火で20分ぐらい。はい、じゃあここで静かにちょっと弱火にしました。今から20分ほどゆらゆらしながらこう様子見ましょうかね。はい。そしてお茶ができ始めてきました。いい色出ました。お茶飲みます。